焦点距離 85mm のレンズは広角や標準よりも背景が狭く映ってボケも大きく出すことができるため、被写体を強調させる効果が強いです。ポートレートレンズと言われるほどこの 85mm はポートレートの撮影で一般的に使われています。もちろんポートレートだけではなくていろんな場面でいい特徴があります。程よい圧縮効果と歪みが少ないので写真全体が整った印象の描写をすることができます。ソニー 85mm F1.8 僕がよく使っていたレンズの一つです。そして僕が好きなレンズの一つでもあります。ソニーのレンズについて知っている人であればわかる通り G レンズや G マスターレンズではありません。言ってしまえば低グレードのレンズです。でも個人的にはとても優れたレンズの一つだと思います。まずはこのレンズの特徴を見ていきます。フィルター径は 67mm、最小開放値は F1.8 です。本体の幅は 78mm、長さは 82mm、重さは 321g でコンパクトで軽いです。レンズにはフォーカスモードスイッチとカスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンがあります。ピントの調整の駆動には高速で精度のいいダブルリニアモーターが採用されています。ピントが合うスピードはハイグレードのレンズのレベルでかなり速いと言えます。そして音がとても静かなので動画の撮影にも使うことができます。フォーカスリングは滑らかに、そして正確に動きます。感触もとてもいいです。マニュアルフォーカスでもレスポンスのいい操作ができます。このグレードのレンズでありながら防的に配慮した設計になっています。普段からタフに使うことができると思います。このレンズには特殊低分散ガラスが採用されていて、クリアでシャープな描写をすることができます。全体的にこのグレードでありながらかなり力を入れて設計されていると思います。そしてこのレンズの大きな特徴の一つとして後継色が発生することです。後継色を超簡単に説明すると、レンズに入った光がセンサーに届く前に、レンズの内側の筒などに当たって、理想ではセンサーに届くはずであった光がセンサーに届かないことです。これによってボケの玉がレモンのような形になったり、写真の周辺光量が低下する原因になります。本来あるはずであった光がセンサーに届かないのは、単純に大きなデメリットになると言えます。もしかしたらこのレンズが評価されない一つの理由かもしれません。後継色があるとレンズの性能が低い、あるいはオールドレンズのような描写に感じることがあります。最新のレンズやハイグレードのレンズではこの後継色が起こることはほとんどありません。確かに写真のどの場所でも均一な玉ボケが発生するのは美しいし、レンズに入った光が漏れなくセンサーに当たっている証拠です。簡単に均一な玉ボケが美しい。比較するならば良いとされています。でも、この世の全てのレンズが玉ボケだけになってしまったら悲しいし、そんな世界はつまらないです。絞りの羽の枚数が少ない角度のあるボケも面白いし、アナモルフィックレンズのボケも印象的です。特徴的な玉ボケを作ろうと思ったら、それができるレンズを使うしかありません。この 85mm F1.8 について、こういう考え方ができます。オールドレンズのような描写を現代的なレンズのパフォーマンスで使えるということです。古いレンズはオートフォーカスが遅かったり、そもそもついていないという場合があります。新しくて性能の高いレンズはもちろん描写は美しいんだけれども、特徴的かというと、そうではないかもしれません。オールドレンズのような特徴的な描写に最新のレンズのパフォーマンスがついているというとても絶妙なレベルなのが、僕がこのレンズを気に入っている理由です。普段は撮影のレベルに合わせて G マスターレンズのようなレンズを使うことが多いんだけれども、雰囲気や印象を変えたいときはこのレンズを使っていました。このレンズで撮影した過去の作例です。冒頭でも見せたかもしれないけど。まずはこの写真です。特徴的な顔をした車ですね。僕の好きな写真の一枚です。ピントの合っている部分は超シャープでクリアに描写されていて、とても現代的な感じがします。背景のボケが実はこのレンズならではの描写をしています。普通のレンズだとただ単純に滑らかにボケていく感じになるんだけれども、この 85mm F1.8 で撮影することで若干斜めに流れるような描写になっています。被写体を囲むようなボケの流れができているので、被写体を強調させる効果が少しだけあります。比較できる写真がないので分かりづらいんだけれども、とても大きな差です。次の写真はこれです。これはボケではなくてシャープさに注目します。この写真はパンフォーカスで全てにピントが合うように撮影しています。山の輪郭のエッジ、木の細かな描写、水面の波の描写全てがクリアでシャープに表現されています。このグレードのレンズっていうことを考えると、現代的でとてもハイレベルに感じます。このレンズのいいところばかり紹介してきましたが、もちろんデメリットもあります。最短撮影距離が 0.8 メートルで、とても大きいです。ハイグレードのレンズに慣れている状態でこのレンズに交換すると、
ピントが合わないっていうことが発生します。他のレンズでは被写体に近寄って撮影できていたのに、このレンズに交換したら近くに寄ることができなくなったっていうのは僕もよく経験しました。レンズを設計するときにレンズの価格を抑えるための一つの妥協点だったのかもしれません。被写体に近寄れば被写体にクローズアップして背景を小さくボケも大きく出すことができるんだけれども、それができないのはデメリットになると思います。総合的にとても面白いレンズだと思います。レンズの基本性能はいいレベルだし、コンパクトです。玉ボケを作ったり、被写体に近寄らない撮影であれば問題なく使うことができると思います。特徴的な描写をしたいときに、このレンズはいい選択肢になると思います。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。